皆さんこんにちは。球場の歩き方です。本日は2025年3月27日、私は今成田空港に来ております。今日からまたアメリカに渡ってメジャーリーグ観戦の旅に出かけてきます。今回私が利用するのは JAL の LCC ジップエアーです。14時45分発のロサンゼルス行きに乗りますよ。それでは行ってきます。さあやってまいりました。アメリカメジャーリーグ観戦旅2025。今回もメジャーリーグの球場を巡っていきますよ。メジャーリーグの本拠地は全部で30球場ありまして、私がこれまでに行ったのはシアトル、フィラデルフィア、ボストン、サンディエゴ、ロサンゼルス、アナハイム、オークランド、アーリントン、サンフランシスコ、そして昨年シカゴの2球場、ミルウォーキー、デトロイトへ行きまして、現在13球場です。で今回はアメリカ南部のスタジアムを巡っていこうと思います。まず最初に向かうのはアリゾナ州のフェニックスです。フェニックスへは日本からは直行便が出ていませんので、まずはロサンゼルスまで行きまして、そこから乗り換えていきます。無事にチェックインしたんですが、なんか自動発券機がうまくいかなくてですね、結局カウンターに行く羽目になりました。去年のシカゴの時もそうだったんですけど、あの自動発券機でうまくいった試しがないんですよね。今回利用する航空会社ジップエアーなんですが、ご存じない方もいらっしゃるかと思うんで簡単にご説明をしますと、 JAL グループの LCC でして、2020年に運航を開始しました。 LCC なので航空券が格段に安いのが特徴でして、日本からアメリカ本土へは現在4都市に就航しています。なんで安いのかと言いますと、例えば預け荷物ですとか機内食ですとか、それから貸し出しのブランケットなどが全て有料のオプションなんです。また機内のモニターもありませんので、導入のコストも抑えられて、かつ重量も軽くなるようです。モニターがない代わりに無料の機内 Wi-Fi がありますので、専用のサイトにアクセスして映画などのコンテンツを見ることができます。また機内販売の注文もここからできまして、例えばお菓子や飲み物などもこちらで頼むことができます。例えばプリングルスが250円、コーラが300円といったところですね。他にもグッズの販売もありまして、ブランケットなどはこちらで頼むことができます。1500円ですね。あとはスマホの充電ケーブルなどもあります。このようにいろいろ後から機内でも頼めますので、うまく使いこなせば安くて便利に使える航空会社という感じですね。オプションの機内食は24時間前までに注文しておけば食べられるとのことだったので、せっかくなので口コミで評判の良かったこのスパイシーチキンライスを頼みました。これとイロハスのペットボトルがついてきます。これはうまそうだ。普段北米行きの便だと機内食って2回出るんですけども、ぶっちゃけ動いてないからそこまで腹減らないんで、こうしてオプションなのはいいかもしれないですね。これめっちゃ美味しい。口コミで評判がいいだけありますね。他にも結構メニューの種類があったんで、好きなものをチョイスして食べられるのはいいですね。無事にロサンゼルス国際空港に到着しました。定刻より10分ぐらい遅れましたが、 LCC にしちゃ十分ですよ。しかも最近ずっとアメリカ行くときは台湾を経由してたので、久々に直行便乗ったらめちゃくちゃ近く感じましたね。ジップエアー初めて乗りましたけれども、これからも使えるなっていう感じでした。今回機内食は1食だけ頼みましたが、節約するんであれば制限エリア内の店で買ったものだったら機内に持ち込むことができますので、その手で行くのもありだと思います。
それからモニターがなくて不便かなと思いましたけれども、私もともと飛行機で映画とか見ないでスマホの音楽を聴く派だったので全く問題なかったです。もし見られるんでしたらあらかじめスマホやタブレットに入れておくといいと思います。あとブランケットですが、今回私はパーカーを着ていったので寝る時にそれをかけて代用しました。なので今回オプションで払ったのは座席指定の3500円と預け荷物代の7000円、それから機内食の1400円で合わせて11900円でした。さあこれから入国審査を受けてきます。ここからは撮影禁止なのでまた後ほど。ということで無事にアメリカに入国できました。入国審査が思ったより早く終わりまして40分ぐらいでしたね。ちなみに今日はですね、ドジャースの地元開幕戦がありまして、同じ飛行機に青いグッズを身につけた日本人の方がたくさん乗っていました。ただいまの時刻が午前10時なんで、確かにこれならこの後ナイターを見に行くこともできますね。ただ私はロサンゼルスにいるのにドジャースタジアムを華麗にスルーしまして、この後の飛行機の時間まで時間を潰します。まずは昼飯を食べるんですが、空港の飲食店は高いんでね、シャトルバスを使って一度空港から外に出ようと思います。ということでシャトルバスに乗ってシティバスセンターというところまでやってきました。隣のバスの広告に大谷が出てますよ。ここからお店まで徒歩で歩いていきます。いやー、意外と結構遠いですね。いやー、これ空港の敷地の広さをなめてましたね。時間はたっぷりあるんでよしとしましょう。今回のお目当てのお店はあちら、カリフォルニアの人気バーガー店のインアンドアウトバーガーです。これでインアンドアウトと読むそうなんですけども、こっちの人の読みではどっちかというとインエンアウトみたいな発音ですね。メニューは至ってシンプルでして、ハンバーガー、チーズバーガー、それからダブルダブルというパテが2枚のものとフレンチフライの4種類です。てなわけで私はチーズバーガーのセットを、すごい音だな。すぐ近くをジェット機が飛んでいきます。これで8ドル90セントですから、1400円ぐらいですかね。今までずっと食べたかったんですけれども、今日やっと食べることができました。そしてめちゃくちゃ美味しい。パテがめっちゃジューシーだし、レタスがねすごいシャキシャキしてるんですよ。ユナイテッド航空。いやー、しかしこれ今日はハンバーガー目当てだったんですけど、これ飛行機見るには絶好のポジションじゃないですかね。すごい迫力ありますよ。昼ご飯も食べたのでそろそろ空港に戻ります。これレンタカーなのかな。49ドルだって。かっこいいな。ロサンゼルス国際空港へ戻ってまいりました。ここからアリゾナ州のフェニックスまでは国内線を使って移動するんですが、今回の遠征は LCC のみを使うというのがテーマですので、こちらのサウスウエスト航空に乗ります。今回国内線を利用するにあたって何がいいかいろいろ考えたんですけれども、サウスウエストが一番お得な感じがしたので選びました。アメリカンとかユナイテッドなどに比べても航空券が安いのはもちろんなんですけれども、なんと預け荷物が2個まで無料なんですよ。フルサービスキャリアでも安い航空券だと預け荷物は有料ってとこが結構多いんですけれども、 LCC なのに無料ってのは大きい荷物持って海外旅行してる身には本当にありがたいです。でユニークなのが座席指定がなくてですね、なんと席は早い者勝ちなんです。事前のオンラインチェックインをした順にこの搭乗口のこの番号のところに並ぶことができるっていうシステムなんですね。ですのでオンラインチェックインが可能な24時間前に実はすでに争奪戦が始まってるんです。で私は24時間前はちょうど成田にいた時だったんですが、時計とにらめっこしてチェックインしまして、ラッキーなことになんと8番をゲットしました。しかしこのサウスウエスト航空はすごいですね。全米を網羅してるんじゃないですかね。これをうまく活用すれば残りの行ってない球場も制覇できそうです。今回乗る便は7時5分発でオンタイムになってますね。まだ搭乗まで時間があるのでお土産コーナーに来たらすごいですよ。大谷グッズがたくさん。またこのちゃっかりエンゼルスのものも置いてありますけどもね。空いてるゲートの前の椅子に座ってたらですね、さっきから搭乗口のモニターになんかメッセージが出てるなと思ってよくよく見てみたら、これめっちゃおもろいんですよ。これね、このゲートは空っぽです。すごいたくさんのプラグが開いてるよってことでしょ。 You deserve some quiet time。 あなたは静かな時間を過ごす価値があります。 Zoos excuse us while we snoring。 すいません、いびきかいてましたっていうことでしょ。これなんこのユーモアめっちゃおもろい。
搭乗時間になるとそれぞれ自分の番号のところに並びます。近くの人に何番とか聞かれたりするんで、それを聞いたりしながら整然と並ぶんですけど、このまたコミュニケーションがいいですね。無事に座りたかった窓際の席が取れました。そして家族とも横並びで取ることができました。ちょっとドキドキしましたけど、このぐらいの番手だったら余裕かなって感じでした。座席はこんな感じです。もちろんモニターはありません。このようにテーブルもついてます。あれさっきのインアンドアウトバーガーじゃないですか。ギリギリ見られた。どうやら機内 Wi-Fi があるみたいで、いろんなコンテンツを見ることができるみたいです。こうしてフライトマップを見たりですとか、あとはこのドリンクス&スナックスってところをクリックしますと、機内販売を購入することもできるみたいですね。あとはここにフリームービーズというのがあるんですけど、何が見られるのかな。モアナ、これすごい、こんないっぱいあるのか。これ全部見られるの。これすごいじゃないですか。そしてなんと飲み物と軽食がサービスで出てきました。すごいな。これ本当に LCC ですか。めっちゃサービスいいですね。すっかり夜になりましたが、あそこには野球場がありますよ。もうすぐフェニックスに着くんですが、やっぱり窓際を取って正解でした。ほんとこの夜景は綺麗だ。いやすごい綺麗。やってきましたよ、アリゾナ。いやでもなんかアリゾナって砂漠のイメージだったんですけど、夜景だけだと全然わからないですね。ロサンゼルスから約1時間半、無事にフェニックススカイハーバー国際空港に到着しました。ここからまずはホテルへ向かいます。今回泊まる宿はグリーンツリーインというホテルなんですけれども、宿泊者には空港からホテルまでタクシーを手配してくるらしいんですよ。で、空港に着いたら電話してくれっていうので、さっきままならぬ英語でお願いしたら、なんとか無事通じましてね、ライドシェアの一番のところで待てと言われました。さっきロサンゼルスではすごいたくさん日本人の方を見かけましたけど、フェニックスには全然いないですね。一番の乗り場に着きました。ライドシェアってことは、もしかしたらウーバーを手配してくれるってことなのかな。案の定ウーバーを手配してくれたみたいです。こういう連絡ができたりするんで、こっちで使うスマホの SIM はやっぱりデータ通信だけじゃなくて通話もできるタイプにしておいた方がいいですね。空港から車で約6分で連れて行ってもらいました。ウーバーのドライバーのお姉さんがすごいいい人でですね、明日野球見に行くんだって言ったらおすすめのメニューとかも教えてくれました。チェックインして気づいたらもう夜の10時になってまして、さすがに腹減ってきましたので、近くのお店を探したらタコベルがありました。タコベルは最近日本にも進出してきましたけれども、ファストフードで気軽にタコスを食べられるお店です。いやしかし周りは全然人が歩いてないですね。危ないかな。この辺はどっちかっていうとフェニックスでも郊外の方なんで、ほとんどの人が車で移動してるんですけどね、治安が悪いっていうわけではなさそうです。ホテルから歩いて5分ぐらいで着きました。なんかいいですね。こういう郊外のお店に来るとすごいアメリカっていう感じがします。ありがたいことにセルフオーダーのマシンがあったので、それで注文できました。英語がねやっぱり苦手なんで、レジだとめちゃくちゃ緊張するんですよね。頼んだのはクランキータコスのコンボとソフトタコスのコンボです。どちらもタコス3つとワンドリンクがついて$8.29でしたので、これを家族でシェアしようと思います。さあ明日からはいよいよ野球観戦です。